こんにちは、ミニマリスト田中です。地方都市の隅っこで生活費月11万円でゆるく小さく暮らしています。このラジオはミニマリズムで社会のスピードから降りて自分を取り戻すことを大きなテーマに、Kindle 出版で30冊以上の著書を持つミニマリストの僕が無理しない生き方やミニマルに暮らす方法などについてお話ししています。もし共感できる部分があれば、フォローやコメントなどお待ちしています。さて、今日のテーマはですね、もったいないの本当の意味というテーマでお話ししようと思います。皆さん、部屋の片付けをしていて、これ手放したいなと思ってもなかなか捨てられないことってありませんか？よく物を減らしたいけれど、どうしてももったいなくて手放せませんという悩みがありますよね。これ、気持ちはめちゃくちゃわかります。何を隠そう。僕も昔はマキシマリストというか、クローゼットに着ない服を大量に溜め込んでいるタイプでしたからね。高かったしな、とか、まだ着られるしな、って、ついつい執着しちゃうんですよね。でも、ミニマリストになった今の僕から結論を先にお伝えします。実は、使わないものをもったいないからという理由で家の中に残しておくことの方が、あなたの大切な時間やエネルギーを無駄遣いしていて、よっぽどもったいないんです。今回は内向型や HSP の視点も交えながら、ミニマリスト流の本当のもったいないについてサクッと深掘りしていこうと思います。まず最初のポイントは、物が奪っていく見えないコストについてです。まだ使えるし捨てるのはもったいないな。そう思って部屋の隅っこや引き出しの奥の方に何年もずっと追いやっているものってありませんか？でもここでちょっと冷静に考えてみてほしいんです。家賃は安くないですし、その使っていないものをただ置いておくためのスペースにも僕たちは毎月しっかり家賃を払っているんですよね。つまり、使わないもののために貴重なお金を払って部屋を貸してあげている状態なんです。それだけじゃありません。部屋に物が多いと、毎日の掃除のたびにそのものをいちいち避ける手間がかかりますよね。さらに、あの書類どこに置いたっけとか、あの服どこにしまったっけで、探し物をする時間もどんどん奪われていきます。そして、HSP の僕たちにとって一番厄介なのが、精神的なノイズです。その使っていないものが視界に入るたびに、脳の片隅で、これいつか使わなきゃなとか片付けなきゃなっていう謎の心理的プレッシャーを無意識に感じてしまうんです。これってパソコンやスマホでいうところの裏で重いアプリがずっと起動していて、動作が重くなっている状態と同じなんですよね。つまり、使わないものをただキープし続けるために、僕たちは毎月のお金と毎日の時間と、そして貴重なメンタルのエネルギーという目に見えない膨大な管理コストを払い続けているんです。これって控えめに言ってもめちゃくちゃもったいないと思いませんか？物そのものを捨てることよりも、自分の命の時間やエネルギーを削られることの方が、よっぽどもったいないと僕は思うんです。じゃあ、そうは言ってもどうやって手放せばいいのって思いますよね。そこで僕がおすすめしているのが、超シンプルな1年ルールという魔法の基準です。やり方はすごく簡単です。クローゼットや引き出しをガラッと開けてみて、そこにあるものに対して、この1年間で一度でも実際に使ったかと自分に問いかけてみてください。もしその答えが NO、つまり1年間一度も触ってもいないし使ってもいないなら、それは今のあなたの人生には必要のないものなので、思い切って手放してしまって大丈夫です。なぜなら、いつか使うかものいつかは悲しいくらいにほとんどやってこないからです。きっと皆さんも薄々気づいていますよね。いつか使うのいつかを待つために部屋のスペースを無駄にし続ける必要はありません。それでもどうしてもゴミ箱に捨てるのは心が痛むなぁという優しい方は、メルカリなどのフリマアプリで売るのも全然ありです。自分にとっては不要なものでも、世界のどこかにいる他の誰かにとっては、今まさに喉から手が出るほど欲しいものかもしれません。そうやって次の必要としている人にバトンを渡そうと考えれば、もったいないという罪悪感も少し和らぎますよね。次に使ってくれる人が見つかれば、物だってきっと喜びます。そうやって考えてみると、物を手放すことって実は未来の時間を買うための投資なんですよね。
確かに、物を手放すその瞬間は、どうしても少しの痛みや名残惜しさを伴います。僕だって今でこそこんな風に偉そうに話していますけど、ミニマリストになりたての頃は、たった一着の服を手放すのに1時間以上悩んだりしていました。でも、そうやって痛みを乗り越えて、物を手放した後に待っているのは、圧倒的な身軽さと心の解放感なんです。部屋の物が減ると、まず探し物をするという、あのイライラする無駄な時間が完全に消滅します。週末の面倒な掃除も、物を避ける必要がないから、驚くほどあっという間に終わるようになります。そうやって浮いた時間とエネルギーで、お気に入りの豆でゆっくりコーヒーを入れたり、静かな部屋で好きな本を読んだり、大切な人とゆったり過ごしたりできるわけです。つまり、物を減らすということは、単なる部屋の片付けや整理整頓ではありません。物に奪われていた未来の自分の時間とメンタルのエネルギーを自分の手に買い戻すための最強の投資なんです。だから手放すことを恐れる必要は全くありませんよ。というわけで今回はもったいないの本当の意味についてお話ししました。もし今あなたの部屋の中にもったいなくてどうしても捨てられないものがあるなら、一度そのものを維持するためにどれだけの見えないコストがかかっているか想像してみてください。お金も時間もあなたの脳のメモリもそのものに奪われていませんか？そして未来の自分がもっと身軽に快適に過ごすために今日は一つだけでいいので身の回りのものを手放してみませんか？一気に全部やろうとしなくて大丈夫です。今日は着ていない服を一着手放してみるとか、使っていない文房具を一本処分してみるとか、それだけで十分です。きっと部屋の空間が少し広くなるのと一緒に、心の中にもふっと心地よい余白が生まれるはずですよ。ぜひゲーム感覚でゆるく試してみてくださいね。それではまた次回の放送でお会いしましょう。フォロー、コメントいただけると嬉しいです。また、スレッズやノートなど各種 SNS も更新しているので、概要欄も覗いてみてください。ミニマリスト田中でした。バイバイ。